じゃあ、それでは行きましょう。平日デイトレード2時間ぐらいすれば働かなくても会社員より稼げるんじゃないのっていう。投資というものは長期で保有して配当や優待でお金持ちになるものじゃないのかなって、それが王道だと思ってやっていたんですけど、1年間やってたけどね、その1年で利回りが 5% なんて資金が数千万円ないと効果を発揮しないっていうこと。また僕はね、働いてるわけではなくて、投資以外の収入っていうのはほぼないんですよね。だからもっともっと早くお金を増やすためにはというと、デイトレードなんですよ。そういうデイトレードって言ったら、なんか博打みたいなイメージの持ってたんだけど、1.5 時間ぐらいやってね、この5390円ぐらい稼げたので、じゃあこれがね、平日が1ヶ月30日で土日を省いたら、23日、なんで、仮に、ありえない話ですけどね、5390円。これを23日利益を出し続けたら16万円っていう。僕が会社員で、通勤時間4時間かけて、豊橋から名古屋まで行ってね、もう往復4時間かけて、で、人間関係居づらいところにいて、で、1ヶ月の手取りが14万円っていうのを思い出すと、ほんとバカみたい。なんで、平日2時間の稼働でね、16万円お金が入って人間社会で、この人はいくら持ってるというのは数字に過ぎないんだよね。なんで、そのデイトレードで同じそれ以上の金額を稼いでいる一方で、ワーキングプアみたいな僕みたいな当時の手取り14万円で、今フルタイムで働いて、疲弊している人たち、そういうちゃんと働いている人たちの方が、貢献してるんだけど、数字っていうのはもう変化しやすい場所に身を置くと、努力を無視して増えていくっていうのがね、もう本当に実感しました。だっていきなり真髄を言うと、儲け方、それは銘柄のトレンドと日経トピックスが同じ方向の条件、そういう時にエントリーすればいい。去年僕が出した、これ1個前の動画でね、サプライズのニュースが出たけど、日経平均は下がって、結果的にどっちつかずみたいな、一瞬は跳ねたけど、最終的に甘いなんていうかな、もやっとした内容だったから、何が原因だったかな、どっちが影響を受けるかって思ってたんですけど、いや、どっちかじゃない、両方を選べるんだっていうことにね、気づいたんですよ。今更ね、終わってからね。だから日経平均も、こういうサプライズ情報、こういうのが連携するときに、トレンドが重なるときにエントリーすれば、より、かつ確率が飛躍的に向上するなっていうのに気づいたんですよね。で、勝率は50% 以上だったらいいなと思ってトライしたんですけど、こういうね、日経と銘柄のトレンドが重なる動きをしている銘柄にエントリーすればいいなと思って、そうすると、全部買ったんですよね。前日にね、立てた仮説、こういう動きをするから、こことここにポイントを、注文をやっておく。で、それが注文が約定して、利益確定したらまた次の注文を入れておく。そういうのを、外食していて僕がカキフライ定食を食べてる間にね、大半の利益がこれ出たんですよね。すごいよね。ほら、デイトレードってすごいスマホを凝視しないといけないっていうイメージがあるでしょう。僕もあったんだけど、意外にそんなことはなかったな。前日にそういう仮説を持って、こういう銘柄を解説している人たちの、動画を見てエントリーしておけば、こういう動きをすることだったら次はここまでいくらまで、上がっていく、落ちていくみたいな。つまり、条件が揃った時初めて自動でエントリーして利益確定するタイミングを決めているから、チャート事情とかそういうものをスマホで凝視しなくても待ち時間でいいって利益出せるっていうこと。それと意外と一回も失敗しなかったので、トレードをするときは絶対に勝つ。確信。自信っていうのは、感覚は必要ですね。なんかどっち行くかわかんないけど、とりあえずこうかなみたいな感じじゃなくて、もう絶対こっち行く。っていう感じで僕はトレードしてて、これは1日2日ぐらいだけなんで、1ヶ月だとどうなるんでしょうね。ツイッターでね、結果はつぶやいています。早速、その14日からね、トレードが開始するので、早速、その実験をやってみようと思います。昼、いつもね、2時頃、14時頃起きるんで、寝てるかもしれないけど、なるべく早く起きてね。では、早速、儲かる銘柄行きましょうか。証券番号7453、良品計画。まず、14日にはもう株価は上がっているはず。そして、上昇のトレンドが形成されているはずで、2週間程度ね、それが続くんですよね。はい。その根拠とか材料とか、それはここですね。2015年1月10日15時30分に発表されて、良品計画今期の経常利益を一転して 11% 増益に上方修正して、それは最高益だと。で、配当もついでに4円増配するよっていう内容だったんです。さて、これで株価の影響がどうなるかっていうと、今回の決算発表は株価に強いポジティブな影響を与える可能性が非常に高いとされています。特に業績
期の情報修正と高配当の増額っていうのは、まあ誰がどう見ても、これは買いたくなるようなものなんで、長期的な株価の下支えの要因になるだけではなくて、短期的な急騰要因としても作用するでしょう。だから、まあ時価総額が1兆円あるめちゃくちゃ大きい良品計画の銘柄だけど、それでも上がっていくんじゃないの？機関投資家に好まれて買われるんじゃないのかなと思うんですよね。出来高や信用倍率の動向を注視しながら、押し目買いとか短期トレードの参入を検討する価値があるなと思って、これからもっと分析してみようかなと思ったんです。デイトレードで儲けるためにはどうすればいいんだろうなって僕は思うんですよね。良品計画、配当はあるって言うけど、ね、高配当利回りではないので、ね、もっともっと話の冒頭であったようにもっと資金効率を良くしたいんですよね。あとは、そのデイトレードで 1.5 時間とか1時間頑張れば、もうランチ代以上の利益が出る、そういう銘柄を、そういう試合をっていうかな、探してたんですよ。その方法を言うと、銘柄単体で上昇のバイアスがかかってる状態じゃないですか、これでね。で、今後、これが、現時点ではだいたい3週間ほどというデイトレードで買いの方向で見るといい。あと僕はそのデイトレードをするときは基本スマホですけど、パソコンでモニターを見た方が確実で反応もすごく良くて値段調整もよくできます。で、今回ほら取引した銘柄っていうのはトヨタとか、今回の良品計画はプライム上場していて時価総額がめちゃくちゃ1兆円を超える巨大なので日経トピックスと連動するんですよね。だから、左下のトヨタっていうのはずっと下げのトレンドじゃないですか。で、僕はその時売りに出して、で、トピックスがね、ガクンって下がる時があるんですよね。で、そこで、売りを仕掛けるんですよね。そうすると、そのトヨタのね、左下のチャート、さらに下にこうめり込んでいくんですよ。そのスピードが結構速いので、あっという間に利益が出て、約定して利益が確定されます。ここまではね、こうすれば儲かるんじゃないのかな、みたいなニュースが出たから上がるんじゃないのかなっていう、それはね、あくまで決算情報のね、仮説に過ぎないんですよ。だから投資家の心理と売買の動向、これをね、実績という数字で、判別した方が、もう次元が、分析の投資家の次元が違うんですよね。一か八かのスマホでやるギャンブラーの人たちとはわけが違うんですよ。だから全勝っていうこともできる。別に勝率が 50% 以上でもだったらいい。それはテスタさんの手法ですね。これまでの長期の僕のトレード、銘柄の決算の分析とか、それに、テスタさんの、売買する投資家の心理、そういうものを、こういう時にみんな不安になって売りたがるよね。こういう時、盛り上がってるから高くなってもまだまだ買いたいという人たちがいて、もう止まらないから買いに行くよね、みたいな、そういう心理状況っていうのを採用して取り入れて、また、今のデイトレードですぐ利益が出るというものに行き着きました。なんで、明日とかしばらく上がる銘柄がそんなにわかるかっていうと、それは教えません。これもね、めちゃくちゃ時間かけたんですよね。でも、2銘柄ぐらいだったら教えてもいいよねって、僕のね、記憶のため忘れないように、YouTube に残してるだけなんで、全然広告収入なんかよりも、デイトレードの利益の方が高くなるので、どうでもいいですね。見なくていいです。さあ、空売りの比率としては、まず、この、大事なのがね、緑色の空売りの比率なんですよ。どうしてかっていうと、空売りの比率と株価の相互関係っていうのはすごく高くて、特に機関投資家の行動が大きな影響を与えるとされています。そうだよね。こんな機関投資家相手に、個人が、反対方向行こうって言っても、本当に負けてしまう、肥やしになってしまうだけなんで、だったらもう同じ、向きを合わせて、機関投資家と一緒に儲かっていこう、便乗するっていう儲け方が、セオリーというかな、当たり障りない利益の出し方です。わざわざ喧嘩する理由がないから、短期的には3500円の、サポートラインと、空売りの比率の動向をこう見ることで、機関投資家がいつ、仕掛けているか、切り上げているのかがわかるんですよ。その変化率っていうのが、この松井証券のスマホアプリだけ、毎日更新されているんですよね。普通だったらこれ、1週間に1回木曜日に更新なんですけどね。っていうことは最長で6日間みんなより先回りできるっていうことかな。じゃあ、このね、買いたい人、売りたい人、どういう人が参加して、で、またこの株価にどういう影響を与えるのか、これを見てるとね、デイトレードしやすいかしやすくないかっていうのがわかるんだよ。まず、これは、信用取引のプレイヤーの特徴を見ていこう。信用取引っていうのは、この薄い買いだったら薄い赤と薄い、青のところだね。こういう人たちっていうのは自分のお金以上のものを動かしているので、短期的な値動きに敏感です。で、金曜日の1月10日っていうのは信用の新規売りと、返済の買い戻しっていうのかな。めちゃくちゃ上がっていたんですよね。っていうと、やっぱり情報が漏れているんでしょうね。1日前に。
毎回言いますけど、1日ぐらいだったら別にリークされても、インサイダー取引にはならないみたいな暗黙の業界があってね、ここはおかしいと思うんですけど、まあ、どっか情報漏れてるんですよ、いつも。ほら、高い1月6日の時には 38% の空売りだったのに、24% に空売りが減少している。返済買いをして、機関投資家は撤退してるんですよね。なんでかって株価がこれから上がるっていうことが分かってたから、なぜか分かりませんけどね。で、これだけ、信用の空売りが減少したっていうことを、まあ、上昇のトレンドを確認してからだけど、ちゃんと上がってるんだったら、機関投資家がちゃんとこれから上げていくんだぞというトレンドが現れるんですよね。そうすると MACD とか、平均移動線とか、そういうサインが出る前にエントリーすることができるっていう。かつ、明日、良品計画っていうのは、プラス 5% 以上上がっていくんじゃないかなと思うね。日経平均とかトピックスの影響も相互関係に受けるけど、銘柄単体だと 5% 以上の上昇の力はある。じゃあ、いつ話したかってね、ここの右上にライブの時間を載せておきましょう。信用取引の出来高が 7.4%、信用買いが 3.3%、そのうちの売りが 3.8% だから、大したことはないです。そうすると、この大半がね、出来高の67.8% が現物の取引によるもの。そういう人たちっていうのは、長期保有を目的とした個人投資家や機関投資家が中心となるのがセオリーっていうかなとされています。これは株価の安定性に寄与していて、現物の取引は売買の頻度っていうのは株価変動の影響が小さい。で、これにより株価が安定しやすいんですよ。まあ、そりゃそうだよね。現物だから、ちゃんと、長期で持つことで、配当金とか、議決権とか、株主優待、そういうものが、行使されるので、そういうお金を持ってる人たち、余裕があるもので、投資家で投資をして、で、売って買ってって、普通そんなことしないんですよ。疲れるんで。で、今回ね、僕たちみたいにデイトレーダーで、短期間で利益上げるんだっていう人たちは、すぐ買って、すぐ、投げ売る、退却するっていう、そういう人たちの割合が少ないっていうことはなかなか売らない。売ってくる人が、済んだからもういないっていうこと。だから、売りを仕掛けても、現物買いでやってる人たちはそうそう離さないので、下げトレンドが継続するっていうことはないです。じゃあ、まとめると、現物と信用プレイヤーが当たる影響について、信用取引が株価変動を増幅させているんですよ。これが大きいほど、その短期税が多いほど日中の値動きが大きくなる。空売りの残高の多さから株価が上昇すると、空売りの、持ってないのに売ってるんだから買い戻さないといけない。で、また持ってるだけで借りてるわけなんで、金利が発生しちゃう、手数料が発生しちゃうから、早く買い戻しときたいなっていう心理から、その日のうちに買い戻されるとか、短期、その週の間に買い戻されるということが多いです。で、現物の安定性は長期プレイヤーによる現物保有が株価の下支えをするために、過度な下落リスクっていうのは限定的となります。じゃあ、この通りにめちゃくちゃ 92% 現物で持ってるってことなんで、急落ということはない。誰がどう思うと僕の判断なんで。あとね、これね、良品計画って、これ見ると面白いんですけど、この、指揮法で株主構成を見るんだけど、ここで見ないといけないのはね、外国のやつ。これが 35.3% あるんですけど、これってね、高いんですよね。そうすると、海外比率が高いことから、為替の影響を大きく受けるんじゃないかって僕は仮説を立てます。海外投資家の動きが株価に大きな影響を与えている。それって、為替の相場が円安に触れると、海外投資家にとって、円安になるって、日本の価値が下がるってことだから、株価が一緒でも、どんどん安くなって、買いやすくなるってことだから、あれ、良品計画って安いじゃん。じゃあ買っとくか、みたいな。業績も良かったし、で、海外投資家にとって日本株が、買いが入りやすい状況になる。で、今まで株価の上昇っていうのは海外による買いが入ってきたんだろうなとも思ってます。で、不動株が 11.7%。これは普通かな。で、特定株が 46%。これはちょっと低めかもしれないですね。自動車業界と比べるとですけど。特定株っていうのは、ここの株主構成、筆頭株主に入る人たちとか、機関投資家で、そんなに頻繁に売れないっていうことを条件に、ここの枠に入るんですよ。だから、こういう人たちが、株価に与える影響っていうのは少ないです。大量保有報告書が出ない限りは。つまりデイトレードには心配は見るところではない。どちらかというとその海外でどのようなチャートの形状、海外の人だから、為替にもちょっと目を配っといた方がいいなと思うな。株価の分析していこう。出来高の増加。空売りの比率っていうのがどんどん高くなっていって売りを仕掛けている。それでも株価、下がらないなっていう時、それはね、出来高が大幅に増加している局面なんですよ。売っているけど、それ以上に買われているっていう。で、今回はその決算、良品計画ってすごく有名な会社じゃないですか。
かつ、決算が発表されたのは先週の金曜日、まだ出たばっかりで、株価が上がってからそれって、なんでその銘柄が上がったんだってニュースになって、で、投資家が見て、で、テレビで知られるわけなんですよ。そうすると、認知度がこれから上がって買いたいという人たちが出てくる。そうすると、これいらないやと思って、売りを仕掛けてくる人たちより、買いたい人たちの方がね、凌駕する可能性が多いっていうのは、軽く連想できるので、もう売りに、かけてくる機関投資家っていうのは、もう買い戻しをして完結させたということですね。と言ってもね、これまでまだまだ明日上がるかって、それが継続するかっていうと、それはまだまだ仮説に過ぎない。ここまで調べておいてもね、よっぽど上がると思うけど、まだそれでも仮説なんですよ。じゃあいつ買えばいいかっていうこと、3500円を割り込んだ場合、それはさらなる売り圧力、ね、こんなはずじゃなかったって僕でも思うんで、売っちゃいますね。3400円付近で、下落が予想される。一方で、この3600円以上を突破すると、空売りの買い戻しが発生しやすくて沸騰の可能性。だから実際にエントリーするポイントは3600円以上の逆差し値でしょう。まあこれ、細かい値段っていうのは、後で言うアルゴリズムで見せるので、それまで全然待ってもらって結構。空売りの比率と変動の影響。仮に機関投資家の空売りの比率が増加した場合、これから言う影響があるんですよ。空売りの比率が 5% 上昇すると株価が 1-2% 下落するケースが過去の市場で観測されている。例えば空売りの比率が、良品計画は今 24% ぐらいだったよね。これが 30% に増加した場合、株価が3500円から3430円に下落する。とされています。で、それよりもっと株価が下落するっていうことは、機関投資家が空売りを仕掛けたことって言っていて、この、業績とか関係なくて、機関投資家の意向による株価の下落が決定されてしまうので、デイトレードとか、スイングトレードの現物買いとか、信用買いには向いてないってことです。まあ、よっぽどそんなことはないと思いますけどね。さあ、まあ、だいぶこれで見てきた。じゃあ、それで買っていいか、売りを仕掛けていいかっていうと、まだまだなんですよ。まだまだそこは分析が足らない。初心者投資家、まだまだ足りない。こういう時にはね、相場がどうなってるか、騰落レシオの活用、相場の把握をすることが必要。この騰落レシオを利用して上昇銘柄と下落銘柄の割合を把握することができる。それで、良品計画単体では上がるとされているけど、じゃあ相場が初めの動画に言った通りに同じ方向、どっちの影響が強くなるかっていうのがそう予想がしづらいっていうかな。なんていうかな、確信を持ってトレードができなくなっちゃうんですよね。まあでも騰落レシオを見てください。この色分けしているところ、色はっていうのはグラデーションのように一定時間波がある。だからこう下がりすぎたって言ったら上がってきて、上がりすぎたって言ったらまた下がっていくっていう。で、直近の1月10日だったら45騰落レシオになって、下がりすぎっていうことで上に上がっていくのがレンジ相場だと普通ですよね。だから良品計画は明日余計上がりやすいんじゃないかな。だからデイトレードでも、スイングトレードでも、いずれにしても短期、中期で儲かりやすいんじゃないかということですね。一応、騰落レシオの基本として、一定期間内の上昇銘柄数と下落銘柄数の比率を表す指標で、相場全体の過熱感とか底打ちを判断するために使用されています。まあ、勝ちやすいか負けやすいかっていう、そういう見るためにも、これはね、絶対見ないといけないところです。一般的な基準としては、これはちょっとね、上がりすぎだ。熱っっていう熱した夜間みたいな、そんなのが120以上ですね。確かにほら見てくださいよ。120行く前に下がってきてますよね。だからそこで120付近でそのサプライズで上がっていく銘柄があったとしても、ちょっとこれ今触るのやめておこうってなるんですよ。一方で、これは売られすぎで反発局面に入る可能性が高いっていうところ、下げすぎたな、これからも上がっていくな、みたいな、そういうところが、70以下のところで、今見てください。45で結構下がりすぎなんですよ。だからよっぽどね、この月曜日から1月14日からは、そうだな、1週間から2週間は上がるとされています。急激なね、調整が起きていて、反発が期待できる局面ですね、今は。では、結論を言うと、相場のね、現在の騰落レシオは短期的な売りを示す。だから、反発局面が、期待できる。市場全体の調整が進む上昇傾向にある中、また良品計画がね、サプライズ決算で、買いが集まってる出来高が上がろうとしている。そうすると、すごく儲けやすいっていう地合いが1週間続くかなと僕は思うんですよね。では。
応用に行きましょう。投資戦略、アルゴリズム注文。ここがね、今までのレポートの結晶と言ってもいい。上昇トレンド。これがね、継続する期間。できればその期間を持っていた方がいい。デイトレードでちまちま売って、買ってみたいな。それは疲れるだけなんで、その割に合わないってことですね。利益は出るけど、いや、もっと取れたんじゃないのっていう割に合わない。だから、できればね、上がる期間が分かればそこまでずっと持っておきたい。はい。どこまで継続する期間は、出来高と投資家の行動。これを追っていくといいよね。上昇トレンドの初期段階で出来高が増加している場合、トレンドの信用度が高い。で、もう常に、すでに出来高がもうこれ増加しているので、もうここは確定です。だから、もう上昇のトレンドは確定と。では、それは何日間、短期間で続くかっていうと、数日から2週間とされています。出来高が増加していて、騰落レシオが落ち着きを見せた後、短期の上昇が見込まれる。もう一回言うと、出来高が上がって買いたいっていう人が多くなってきた。また、騰落レシオで上がっているレンジで機関投資家が、今日は買いを入れる日だっていう、相場が下がっている時に機関投資家はね、買わないようなアルゴリズム、逆に売りを仕掛けるようなアルゴリズム設定になっているとされてるんですよね。ほんとブラックボックスでわかんないけど、だから機関投資家の利益確定の売りが出るまで短期的な、上昇の勢いっていうのは続く可能性が高い。まあ2週間ぐらいかな。それ以上、期間が伸びると輪郭がぼやけていく。その情報のニュースの新鮮度っていうのがどんどんね腐っていくし、人の意識っていうのも、そういえば良品計画、そうニュースで見たなみたいなね、2週間ぐらい経ったらもう記憶にはないと思うんで、短い期間で勝利するっていうのが、この動画、投資、デイトレード向けのっていった理由なんだよね。で、推奨されるアクションとして、いつエントリーするかというと、チャート上で3600円を超えた場合のエントリーを優先する。まあ、ちゃんとトレンドが上がってるなと確信して、上がるとは分かってたけど、安く買ったらダメなんですよ。これテスタさんが言っていたけど、指し値だとダメなんですよね。指し値だと株価が株価が落ちてきている時に約定してしまうものなので、持った瞬間含み損が拡大していく。その心理状況も悪いし、デイトレード向きでは決してない不向き。だからこのラインを越したら買いを入れるという逆差し値を入れると、その条件になるまで決してエントリーをしないという設定になるってことなんで、地合がっていうのかな。強い時にエントリーがされるっていう、そういう時だから、勢いがある時にエントリーするもんだから、持った瞬間含み益になるっていうことなんですよ。だからそれまでちゃんと待つ。で、エントリーした後、利益確定は3816円かなと、もう実際はもうこんなのすぐ飛び越えていきそうな気もしますけどね。まあでもこれは自動修正してくれるんで、ちょっとここで皆さんアンケートしてほしいんですけど、このアルゴリズムの注文っていうのは今までのスイングトレードと一緒なんですよ。基準値はエントリーするところは、デイトレード用には設定しましたけど、あとはまあ1週間上昇トレンドの便乗するためにこの値段っていうのも合ってます。ただ損切りのラインとかトレーディングの幅とかそういうものは変えてない。これってその時その時のチャートに動き方でね、微妙に違ってくるんで、書けないんですよね、絶対ここに。だからどう表現したらいいかなーって。いいアイデアがある人はコメント欲しいな。まあこれはね、長期のアルゴリズムの設定だから、とにかく良品計画は儲けやすいデイトレードだよっていうのを分かってもらうといいかな。で、実際にはね、こうやって細かく売り買いしてっていうのもすごく楽しいので勉強にはなっています。あとは始めたばっかりなので、データを蓄積していっています。アップデートもね、今回、去年のね、1回目と今回の2回目で全然アルゴリズムとか分析の方法も違ってきて、精度も高くなってきてるので、全然ここまで見てる人っていうと、多分見続ける人の方が多いと思うんですよね。なんでかっていうと、そうだ、もう絶対そうじゃん。上がるやん、この銘柄って思ってるからなんですよ。いや、総合評価で言うと結論、株価の判断として短期的に買いだなって、業績の好調や騰落レシオの低下による反発の期待がちょうどに重なることから、すごく勝率が高い1週間ぐらい持っていても、利益5、6% 以上を持つことができるのではと、僕は期待しています。出来高の増加っていうのが顕著であり、デイトレードやスイングトレードのチャンスがある。損切りのライン、これは1276円守るようにとは言われてるけど、実際僕1400円、3400円にしようかなと。で、目標の株価は3816円で変わりはないです。良品計画の証券番号7453は短期及び中長期的な投資視点で魅力的な銘柄とされていて、決算短信もこれ財務基盤とか背景に分析も全部これは行っております。投資家の注目度が高まっていて上昇トレンドが期待されています。市場全体の動向、トピックス、為替とかその同時にモニターを見てトレードをするとより精度が高くなると。で、中長期ともに買いを推奨しているので
別に見る時間がないよって言っても、良品計画とりあえず買っとけば、14日かな。そっから1週間程度は上がるなと思うんで、予想通りになったら、全然僕を褒めてください。下がったら何も言わないでください。もう自分一番自覚してんで。結構話すと長くなりますね。もう1銘柄ずつでも言うか、2銘柄をもう少し切り上げて話した方がいいかもしれないな。ということで、次の銘柄行きましょうか。楽しみだね。もう儲ける銘柄明日が楽しみだ。さて、証券番号3349コスモ薬品。これがね、どういうニュースを出したかって、こちら。情報修正、経常利益が前年同期比で 49% 増加と大幅に増加。すごいね。半分利益出たって、いや、何が原因だったのって。投資家に心理に貢献して、買いたいなってね、株価を押し上げてくるのは明白。で、かつ、増配もね、話していて、年間配当が40円だったんだけど、44円に増配されていて、株主還元姿勢が評価されている。もっともっとね、株主に対して利益を還元しようという、なるほど、いい銘柄なんだ。長期で持っててもいいんだなっていうような、そうすると、株主還元姿勢があることから、現物の比率が高いから株価が安定するんだろうなっていう、何も僕見てないよ。何も見てないけど、こういう仮説が立つんですよね。合ってるか後で見てください。今、このライブでね、生一発撮りしてるので。はい、次。株価の影響、このニュースでどういう影響があるかだよね。いいっていうのはあるけど、どの程度とか具体的に言うと、良品計画の株価は、業績拡大と配当増額の影響を背景に、短期及び中期の上昇が期待される。で、空売りの比率っていうのが上がっているんですよね。だから、上昇の時には買い戻すによる、空売りの比率がこれね、コスモスポーツじゃない、コスモ薬品高いんですよね。買ったのに、株価はこんな高いって言うと、もうね、これ以上空売りする機関投資家、いないでしょう。もうオリエンタルランドとか、ね、京成電鉄、そんなに売られるわけがないので、もうね、買い戻ししかないんですよね。そうすると、今回の業績増配に加えて、この機関投資家の買い戻しによるサポートが予想されるから、投資家心理を好転しやすいなって、僕みたいな、これを見てる僕みたいな人たちもいるわけだから、余計買いに向かっている。だからもう余計明日は絶対に上がるということですね。で、このニュースで投資判断としては買いを推奨しています。もちろん全体の市場とか為替の動向、外部要因には、これからを見ないといけない。見ることによって、リスクを限定して利益をもっと攻めることができる。最大化にすることができる。さて、どのような人がエントリーしていて、どういう人が邪魔をするか、また、後方支援してくれるかっていうのを見てみよう。じゃん。投資家の心理と売買動向の分析を行います。現物のフォルダを見ると、現物の取引が出来高の 93.1% を占めており、長期投資市場を支えています。長期保有の姿勢が株価の安定性を保つ一方で、大幅な上昇を生むためには新たな需要が必要です。これは長期目線でゆっくりと安定した長期勢が多いわけだから、もっともっと早く急いで買わないとっていう人は少ないわけですよね。同時に信用取引の短期プレイヤー、これが結構まだまだ少ないので、僕だったらね、信用買いを明日からやっていくので、この信用買いがね、まだまだ十分な余力があって、空売り比率がめちゃくちゃ67% ってこんなの見たことないんで、機関投資家はどうするんでしょうね。もうこれは大損失ですよ。機関投資家はダメでしょ。これもう大損失だ。機関投資家が空売りを増加させていることで、短期的な調整と局面が発生するリスクがあるかなとは言われるんですけど、ちょっとこれ以上ね、ショートカバーっていうかな、空売りの買い戻しが発生して株価をより押し上げる可能性っていうの方が高いんじゃないのって思わない？じゃあ、機関投資家と個人投資家の高いというか、個人投資家は空売りによる売り圧力を加えて、短期的には下げる方向への動きが見られるよね。なんだけど、こんな感じで業績が好調であるし、もう空売りの余力がないってね、機関投資家はまだまだ下げることができるの？上げてるんじゃないのって、これから下がるとでも思ってたのかなみたいな。どうなんでしょう。なんか確信を持ってる的な空売りの解消による買い戻しが期待できる。上がるってことだよね。個人投資家は現物ホルダーが長期的な価格の安定を提供して信用買いをする短期税が株価上昇を狙っていると。僕のことですね。じゃあ、まとめると、機関投資家の
影響分析、株価に与える影響は、空売り比率が 67.3% と非常に高い水準であり、機関投資家が株価に強い影響を与えています。機関投資家が通常大口から資金で取引を行うため、売買の方向性が株価のトレンドを大きく作用しています。売りの圧力が空売りが積み上がると短期的に株価を押し下げる要因となりますが、これ以上上がるかっていうと、過去の取引を見ると、今が直近のピークかな。どちらかというと、ショートカバー、株価が上昇した場合、空売りを解消するために、今この状態か、空売りを解消するための買い戻しが発生して、上昇圧力を加えるんじゃないかっていうこと。機関投資家はもうキャパオーバーのはずなんだよね。じゃあ株価の方向性、不動株 10.3%。これは、僕たちが買えるような、誰でも買えるような市場で株取引ができるやつね。これが、短期的な価格変動が起きやすい。これ大きいと。もう一個が、固定株って言って、特定株、ここで言うと 67.6%。これは、半年以内に細かく売り買いはできないという。で、しかも、売るそういう時には、大量保有報告書というものが必要だったり、手続きがすごくめんどくさいので、まずそれはないですね。で、外国人の投資家 19.6%。さっきの良品計画よりは、影響は低いものの 20% っていうのは無視もできない程度かなって。ただ、別に見なくてもトレードしてもいいかなと。だって、騰落レシオはさっきの良品計画と同じなんですけどね。一定期間内の値上がりの銘柄数と値下がりの銘柄数の比率を示し、全体の過熱感とか冷え込みを判断するための指標、一般的に 120% を超えると変わりやすくなって、で、70% を下回ると売られすぎかな。で、今回の直近、6日かな1月10日は 45.11% と、もうこれ下がらないでしょうっていうことなんで、明日反発すると、仮定すると、コスモスの今回の業績サプライズのプラスの決算報告、増配、で、そうだね、5% 以上は確実手堅く上がるんじゃないかなと思って、しかもそれが、どれくらい続くかっていうと、やっぱこれも1週間ぐらい設けるから、信用外で、別に6ヶ月の制限程度信用でもいいし、無期限でもいいかもしれないね。じゃあ次にね、離脱のタイミングか。買うときは僕は6950円。これを逆差しね。これを超えたらエントリーしようかなと思って、とりあえずアラームが鳴るようにやってる。じゃあ、離脱のタイミングだね。これは出来高が減少に転ずるタイミング。そういう時は投資家の関心が薄れて上昇のトレンドが鈍化する傾向、兆候になる。具体的には直近5日の出来高が、大幅に減少した場合、利益の確定売りを検討した方がいいかなとされています。で、あとは信用外の減少かな。これは信用外っていうか、僕たちみたいなね、後から入ってくる、このニュースを見て入ってくる人たちがまた撤退している次の銘柄に行くっていうことだから、買いの勢力が、勢力が弱まってるサインだよね。そうすると、もういなくなったか、じゃあもう空売りしていこうかな、みたいな機関投資家が現れてもおかしくないよね。だから、同時に空売りの比率の変動、これを見てもいいかな。空売りの比率が上昇して始めた時に、売りの圧力が高まるリスクなんで、信用外が低くなって、減少してきて買いたい奴らがいなくなってきたな、かつ、空売りが増えてきたなっていうんだったらもう絶対撤退していくし、で、同時にこれって、売りに転じるタイミング、信用売りをして利益を出すっていうのも全然ありです。はい、まとめると、実効的なアクションプランとして、離脱の基準としては、出来高が直近の、平均値から 20% 以上減少した場合、信用残高、これが 10% 以上、減少したとき、あと空売り比率っていうのが 70% 以上向上した場合、このタイミングはわかんないからね、1週間くらいかな。2週間、長くても2週間思ってもらえれば。で、まとめると結論言うとね、株価の上昇トレンドは出来高増加と平均移動線のトレンドによって短期的に継続する可能性が高いな。ただし、出来高とか信用買いとかを、為替の影響とか連続的に見た方が、離脱できる、利益確定できるから、やっぱりデイトレードをしたかったんだったら、それを見た方がいいね。はい。で、上昇トレンドが継続している間っていうのは、このアルゴリズムは生きるんで、全然役に立つ。ちなみにどういう注文で設けているかっていうと、こんな感じ。一瞬だけ見てね。はい、次行くわ。すごいよね。この5390円って、とりあえずね、100株使ってこの値段だから、これが1000だったら、ね、1.5 時間、ランチで待ってる間で5万円儲けることができるとかね。1ヶ月やったらこれ16万だけど、1000株で取引やったら、160万円とか、すごいわけわかんないよね。想像でする。車1台買えるやんみたいな。そういう値段と夢があるよね、すごく。
決済はね、めんどくさいからスマホでポチポチとやって、その前日の、仮説に基づいてこういう動きをするっていうのが予想できるから、待ってる間スマホでやってる人たちがいるんですよね。だからスマホで簡単に情報が入手できるとは思わない方がいいなと僕はすごく思った。はい、今回は一瞬で利益が出るデイトレード向きの儲かる銘柄2つを紹介しました。これはちょっとね、役に立ったっていう人が多いと思って、逆に改良が欲しいよとか建設的な意見っていうのはコメントしてくれたら全然採用します。そんなコメントをしてくれた人がいたんですよね。出来高が上がっているけど株価上がらないなって思って僕は答えを出してたんだけど、どうやらちょっと僕は後で知ったのが、コメント見て分かったのが、株主優待とか配当金欲しさにやって、ゲットして、で、スイングトレード、現物買いと信用売りを同時にやって原渡しをして回収している。だから出来高は上がってるけど、プラマイゼロ、株価に与える影響はないから、ね、出来高だけが上がっていたんだ、みたいな。そういうのが僕は後で分かって、そういうのもね、12月とか月末とか株主優待の権利日とかそういうのがあるときは、そこを考慮すべきなのか、と思いました。それでは皆さん、遊びも仕事も全力でやっていきましょう。デイトレードでね。それでは、一発撮りでした。今回良かったかな？もうちょっとね、見やすいよ、見にくかったよという資料があったら言ってくださいね。それではまたバイバイ。